続々とブラックフライデーなどで購入したものが届き始めています。まだ全然開けれてなくて、とりあえず段ボールから出しといたって感じなんですが、これは Amazon で買ったものたちですね。今回のブラックフライデーなんかあんまり私が目をつけてたものが特に安くなってなかったので、そんなにどかすか購入したわけじゃないんですけど、CIO のディスプレイ付きのケーブル PD100W 対応ということで、これは自宅でも愛用している充電用の USB-C to USB-C のケーブルです。CIO のケーブルは何がいいかというと、シリコンですごい滑らかな素材なんですよね。これが気持ちいいし絡みづらい。あとこのケーブル帯がついてるのも地味に便利だし、あとやっぱこのディスプレイがついてて、今どのぐらいのスピードで充電されてんのかっていうのを可視化されるとこが私は好きです。このアトリエ用に2本買いました。これまでは割り合わせのケーブルを使ってたので、これで充電環境も完璧です。はい、これ2個買いました。で、次。これプログレードの USB3.2 Gen2 のデュアルスロットカードリーダーです。これも前から買おうと思っていて買ってなかったもので、CF エクスプレスカードタイプ B と SD カード UHS-2 の規格のものが読めるカードリーダーです。そう、CF エクスプレスカードタイプ B を私読めるリーダーを持ってなくて、たまに困ることがあるので買いました。ケーブル類がいろいろ入ってます。これはね、ちょっと白いものが多分マーケットに存在しないので、もうしょうがない。黒いものを使います。次。これ。映るかな。ネイティブユニオンのデスクラップトップスタンド。これは今私ラップトップは自宅で使っているのですが、このアトリエでですね、ここで iPad を使うときにちょっと高さがしんどいなって思うことがよくありまして、そういえばこんなのあったなと思って、ちょうどブラックフライデーで安くなってたので買ってみました。こんなものですね。よいしょ。あれ、硬い。めちゃくちゃ硬いです。なんか間違ってる私。なんか間違った気がしてきた。説明を読もう。何も書いてないから合ってるんだきっと。硬いですね。しっかりしてると言ってもいいのかな。こういう感じで。よいしょ。使うラップストップスタンド。iPad とかにも使えるものです。ここにさりげなくロゴが入ってます。色はね、なんて言うんだろう、ベージュっぽい色で昔のマッキントッシュみたいな色です。これに iPad 載せたらいいんじゃないですかね。どうですか？いいじゃない？これでお昼を食べながらここでちょっと写真をエディットしたりとか、なんかフィードバックの赤入れしたりとかいいんじゃないでしょうか。めちゃくちゃしっかりしてますね。さらにこうやっても多分使えるのかな。黒とあとなんだっけな、グリーンっぽい色もあった気がします。で次、レクサーの SSD4TB 強い。しかもアップトゥ7400メガバイトセカンド。早い。これはですね、もちろんエンクロージャーと呼ばれる SSD ケースとか、あとは PC の中とかに内蔵する
SSD なのでこのままじゃ何も使えないんですけど、ケースがね実は欲しかったやつがもう Amazon で全然入荷しないみたいだったので、別のブラックフライデーで買ってあるんですが、まだそれが届いておりませんので、また明日以降にケースに入れたいと思います。何のために買ったかと言いますと、写真ローのファイルを保存してるハードディスクがもういっぱいになっちゃったのと、ちょっとハードディスクからそろそろ SSD にデータ移しておきたいなと思ってて、そのために買いました。写真ローデータの保存用です。ケース届くのが楽しみ。あとは Amazon じゃないんですけど、ブラックフライデーでこれ買いました。なんかごちゃごちゃしててすいませんなんですが、コーヒーの道具、ようやくアトリエ用のコーヒー道具を揃え始めました。バリアっていう、どこなんだろう、香港だったかなのコーヒー器具メーカーのこのねダブルボールのグラスカラフェっていうのかながすごい可愛くて、私以前からちょこちょこチェックしているクラス京都さんっていう京都のコーヒーグッズのウェブストアがあるんですけど、前は器具っていう名前だったんですけど、そこで買おうと思ったら売り切れててガーンと思って、このバリアの本国というかグローバルのウェブサイト見たらブラックフライデーやってる上にさらに在庫もあったので、本国のバリアのサイトから買いました。かわいいでしょ？かわいくない？でついでなのでこのバリアとプラスさんのコラボで作られたフローっていうドリッパーを買っちゃいました。ドリッパーもういらないだろうって思いながら、これ結構面白いドリッパーで、こんな金属のステンレスのこの2層構造になってるドリッパーで、このねここの底についてるパーツを付け替えることによってドリッパーからお湯が落ちるスピードをコントロールできるようになってるっていう、なかなか面白いドリッパーなんです。で今何がついてるの？今ミディアムがついてるのかな、今ファストがついてるのかな、今これついてるんですけど、その他にこの2種類別のスローってやつとミディアム1っていうこのディスクがついてます。ほんとコーヒーの道具もねいろんなものが出てて本当に面白くて沼ですね。こんな感じで使う。かわいい。はい。でもうコーヒー入れちゃいたいんですが、ちょっとまだフィルターがねなくて、このフロードリッパー用のフィルター家にあるかなと思ったらなかったので、ちょっとまた明日以降試したいなと思います。よしよし、フィルターが届きましたので、ここでコーヒーを入れようと思います。ちょっとグラインダーとかも前使ってたやつをとりあえず使います。これがサーバーとドリッパーでしょ。でこれここ用に買いました、新しく。これは残念ながらブラックフライデーにはなってなかったので普通に買いました。ハリオのポラリスっていうコーヒードリップコーヒー専用のスケールです。こんな感じでいろいろ多機能なドリップスケールですね。でとりあえずここコーヒー用のケトルないので、この山用に使ってるミニドリップケトルを持ってきました。あともしかしたらずっとこの Vlog 見てくださってる方は懐かしいかもしれないんですが、前使ってたタイムモアのハンドグラインダーも持ってきました。
本当はね、どうやらタイムモアで結構コンパクトな電動グラインダーが今後出るみたいなんですよね。この間 SCAJ っていうコーヒーのイベント行った時に実機見たんですけど、それがすごい良さそうだったので、そのタイムモアの電動グラインダーが発売されたら、それをこのアトリエに買おうかなと思ってます。はい、じゃあコーヒー入れよう。わーい。はい、で今回はこのフロードリッパーのこの中のディスク、これはミディアムっていうやつを使ってみようと。とりあえず初めて使うドリッパーなので、レシピはこのクラスさんのウェブサイトに書いてあったベーシックレシピでいこうと思います。ディスクミディアムって書いてあります。はい、ちょっとこれ使うのめちゃくちゃ久しぶりだな。コーヒーのメジャースプーンがない。買わなきゃ。そうだよね、これなんか細くてこぼれるんだ。豆は13グラム。フィルターはカリタのウェーブフィルターの185って大きい方、2から4人用ってやつがぴったりらしいのでこれにしました。155でも使えるみたいなんですが、クラスさんの YouTube とかでも185使ってるっぽかったので185買いました。うん、確かにぴったり。リンスをしてと。このコーヒースケールポラリスモードっていうのがあって、今これコーヒーの粉のグラム数 12.9 グラムに対して、コーヒーの比率、これ今1対15って書いてあるんですけど、この比率でコーヒーを入れるには 194g の水を入れる必要があるっていうのを勝手に計算してくれるんですよ。今回のレシピはお湯200なので、これを1対 15.5 にして 200g の水っていう形にします。すごいですよね、自動計算で。この次このタイムモードっていうボタンを押すと抽出比率と醤油量固定されます。でそうするとここにお湯を入れ始めるとここがカウントアップしていって、何分何秒で何%の水が今お湯が投入されてるよっていうのがリアルタイムで見れる。現在の水のグラム数がここに出てくるって感じらしいです。すごいね、面白い。あー、美味しい。なるほど。やっぱ家の折り紙ドリッパーって入れた時と違う味がしますね。よりあっさりって感じかな。こんなものがそういえば届いておりましたよ。ジェニックの最新号、ポートレートの答えはここにある。ポートレート特集らしい。ですね、今回西レンズフィルターの西さんのね、タイアップの企画で撮影とコメントなどをさせていただいてて、どっかに載ってるはず。またこんな感じで載ってます。ブズ撮りしてます。ぜひこちらもチェックしてみてください。
そして何か届きました。またフィニッシュデザインショップっていう、北欧家具とかインテリア用品のオンラインショップ、海外のオンラインショップなんですけど、これもブラックフライデーやってたので買ったものが届いた感じですね。何を買ったかというと、1個はフラマの、キャンドル、木漏れ日っていう香りのキャンドル買いました。日本でももちろん買えるんですけど、海外通販で買った方がだいぶ安く買えるので。あと、ちょっとこれは箱が潰れてるかな。これもまあ日本でも買えなくはないんですが、ヘト記念かなの、ディフューザー、森林浴っていう香りのディフューザーを買いました。香り系ですね。はい。はい。このフラマのキャンドルはこんな感じです。なんかちょっとあれだね。なんか若干、天然素材のキャンドルだからか、若干なんか溶けてる感じがしますが、まあどうせ燃やすのでいいでしょう。今ここに置いてあるこのキャンドル、これボルボさんにいただいたDS& アガっていうニューヨークのフレグランスブランドとのコラボのスウォーディッシュっていう香りのキャンドルをずっと使ってたんですが、もうそろそろなくなりそうなので、その代わりにちょっとフラマのキャンドルを買ってみた形です。まあ普段はこのキャンドルをつけたりとか、あとディフューザーを使ったりしてます。今日はディフューザーにしてますね。はい。でヘッド記念の方はこんな感じで、よいしょ。これはね洗面所というかお手洗いに置いておこうかなと思ってます。こんな感じのディフューザーのスティックがついてます。かわいいね。こんな感じで